その設計本当にベストプラクティスですか？クラウド最適化アセスメントのご紹介をご紹介させていただきます。よろしくお願いします。本日のアジェンダです。まず最初に AWS Well Architected Framework のご紹介をします。その次に、こちらを使用したクラウド最適化アセスメントのご紹介をします。その次にクラウド最適化アセスメントの活用方法をご紹介し、最後にお客様の実際に活用いただいた事例のご紹介をさせていただければというふうに思います。で、本日のセッションターゲットです。一つ目は、効率的に現在のシステムの状態をチェックしたいというような方。あるいは、Well Architected Framework、こちら略してWA とか言ったりするんですけど、Well Architected Frameworkって何ですか？あるいは、名前は聞いたことあるけど、というような方。あるいは、今回のサービスであるクラウド最適化アセスメントに興味があるんだけど、という方をターゲットとしております。はい。簡単に自己紹介をさせてください。私、AWS 事業本部のコンサルティング部の茶谷和也と申します。ブログやツイッターでは茶谷という名前でやっております。去年の1月にクラスメソッドにジョインさせていただいております。では早速一つ目、AWS Well Architected Framework、こちらのご紹介をします。この Well Arch なんですけども、こちら今回ご存知ない方向けにお話をさせていただきます。今、ご視聴の方の中で、もうよく知ってるよという方もいらっしゃるかと思うんですけども、そういった方はできれば、復習のつもりで聞いていただければなというふうに思います。はい。突然ですが皆さん、AWS を最適に使えてるよっていう方はどれぐらいいらっしゃいますでしょうか？私も現在 AWS を中心にお仕事をしているんですけども、お客さんにこの環境ベストですかというふうに突然聞かれたら、正直ちょっと焦ってしまいます。皆さんもおそらく最適ですかという質問をされたら困るんじゃないかなというふうに思います。それもそのはずで、理由はたくさんあるんですけど、まず人に挙げられるのは、AWS 非常に多くのサービスございます。利用しているサービスが多ければ多いほど、今の状態が最適な状態なのかどうなのかという判断は難しくなるんじゃないかなと思います。また、何を基準として最適とするのか、いろんな基準があると思います。例えば IPA の非機能要求グレードであったり、あるいは社内で設定されている基準であったり、あるいは AWS の各サービスのベストプラクティスであったり、こちら何を基準とするのかというものによっても評価は変わるのではないでしょうか。また、体系的に考慮できていますかというところで、考える軸ですね。いろんな領域によって考え方がございます。これら、現在今書いてますのを読み上げると、セキュリティであったり、コスト、可用性、パフォーマンス、運用、これらどの観点で見るかによっても最適かどうかというのは変わってくるかもしれません。そんな悩める私たちを助けてくれるのが今回ご紹介する AWS Well Architected Framework です。はい、でこちら先ほどお伝えしたんですけども、スライド上 WA と表記したり、あるいは私が Well Arch というふうに略して読んだりしていますが、基本的にはこの AWS Well Architected Framework のことです。でこちらは2015年の AWS リインベントにて初めて発表されました。一言で言いますと、システム設計・運用の対極的な考え方とベストプラクティス集と言えます。こちら対極的、つまり全体を俯瞰した考え方。そういったものとアーキテクチャだけにとどまらず、実際の運用方法や要件部分まで踏み込んだものと言えます。こちらどのように作られたのか言いますと、AWS グローバルで数百万以上の顧客の実績がございます。こちら10年以上の経験から数多くのお客様と AWS の SA が実際にやり取りをし、構築していく中で得たベストプラクティス集、まさに知見とノウハウの結晶と言えるのではないでしょうか。この Well Arch を使用することによって、活用することによって、ベストプラクティスがすぐに手に入れることができます。もっと言うならば、もう AWS を使用するならば、Well Arch を活用しない手はないというふうに言えるかと思います。はい、では、具体的に Well Architected Framework の構成要素のご説明をします。ご覧の3つの要素で構成されています。1つ目がホワイトペーパー。こちらに実際のレビューをするためのプロセスや設計の原則、ベストプラクティス集といったものがまとめられています。2つ目に Well Architected Tool ですね。こちらでワークロードの管理やレビューの結果などが管理できます。3つ目に支援する SA というところで、
実際に SA が構築設計運用レビューなどの支援を行います。もう少し具体的に掘り下げていきます。1つ目のホワイトペーパー。こちらは先ほど一言で言うと、このようなものであるというところの対極的な考え方の部分なんですけども、ホワイトペーパーに設計原則というものがございます。こちらはクラウドにおける設計に関する根本的な法則であったり、最も最上位の概念となります。こちら習わしや習慣ではなく、なぜこのような結論に至ったのかという部分を意識するというかと思います。続いて、ベストプラクティス集の方ですね。ホワイトペーパー、構成としましては、ご覧の5つの柱で構成されています。読み上げますと、セキュリティ、コスト最適化、信頼性、パフォーマンス効率、運用の優秀性のような5つの柱です。それらの柱ごとに質問形式の文章となっており、その質問に回答することによって評価することができます。例えばご覧のセキュリティの柱における質問2のユーザー ID とマシン ID はどのように管理したらよいでしょうかというような質問が用意されています。いわゆる認証に関する質問ですね。その質問に関する回答するためのチェック項目としてベストプラクティスが用意されています。ご覧のチェック項目に対してイエス、ノーを回答していく、そのような形でレビューを行います。でご覧のベストプラクティスの1行だけですと、具体的にどういうことというのがものによってはあると思います。これらベストプラクティスの詳細は実際ホワイトペーパーの方には記載されています。現在全体で52個の質問で構成されています。なんとなく Well Architected フレームワークのイメージがつかめてきたんじゃないでしょうか。続いて Well Architected ツールです。こちらはいわゆる AWS マネジメントコンソールから利用できる Web アプリケーションになっていまして、対象のシステムをワークロードという単位で登録できます。そのワークロードという単位で質問への回答であったり、レビュー結果、あるいは改善状況、これらのことが管理することができます。このツールができる前は、基本 Excel などのドキュメントベースで管理する形でしたが、これの登場によってコンソールで資源管理できるようになり、セルフチェックも実際に画面でポチポチとやっていく形でできるようになったり、あるいは同じコンソールユーザー同士で他の AWS サービスと同じ感覚で共有や管理ができるようになりました。続いて SA、ソリューションアーキテクトの支援ですね。ドキュメントとツールがちゃんと用意されているというのはご理解いただいたと思うんですけども、じゃあ SA は必要なのかと思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし実際、このツールやドキュメントを使用するときにこのような悩みをお聞きします。自社内のメンバーだけでやろうとするにはなかなかちょっとハードルが高いとか、あるいは初めてやるので、実際これが正しいのかどうなのかが不安である。あるいはあまり経験がないので AWS に詳しい人にチェックしてもらいたいよと。そういったご要望を受けたりします。その時にですね、お任せください。クラス ASOT の SA が全力でご支援いたします。というわけで、クラスメソッドのクラウド最適化アセスメントのご紹介をいたします。まずはじめに、クラスメソッドの Well Arch に関する取り組みをご紹介させてください。先ほどご紹介した通り、2015年、Well Arch は初めて発表されました。その翌年、2016年に社内設計標準をクラスメソッド社内で立案しました。でその翌年、2017年から Well Architected フレームワークをサービスとして提供開始しました。その2年後、去年である2019年に Well Architected パートナーとして AWS から認定をいただくことができました。はい、サービスの概要です。クラウド最適化アセスメントとは、クラウド環境を最適な設計運用になるように、クラスメソッドが全力でサポートします。主な内容としましては、Well Architected フレームワークによるアセスメントを実施します。それによって、ベストプラクティスとのギャップを顕在化させます。それを受け、改善レポートをご提供いたします。その改善レポートを参考に、実際に改善計画の立案というものをご支援いたします。オプションとして改善の実施を行う際に別サービスや別のソリューション、改善の実施などもご支援が可能となっております。はい。でこのサービスの魅力なんですけども、結局どうしたらいいのというところまでご支援します。既存のドキュメントやツールだけですと、最終的なアクションプランや、実際うちの場合どうしたらいいのというような現実解を導くのは、場合によっては難しいかもしれません。クラウド最適化アセスメントでは、結局どうしたらいいのというところまでサポートします。
弊社独自の具体的なアクションプランというものをご提案し、確実に改善実行できる状態、ところまでご一緒します。続いて、クラウド最適化アセスメントを自信を持って提供できる理由をご紹介させてください。ご覧のような3つの理由が挙げられます。1つ目が、圧倒的な AWS の技術力なんですけども、AWS の技術力に関しては、どこにも負けない気持ちでエンジニアが日々切磋琢磨し、技術を楽しんでいます。その結果として、ご覧のような評価を AWS からいただくことができました。一番上が6年連続 AWS 最上位コンサルティングパートナー認定というところで、このような認定を受けています。また、おととしの2018年では、コンサルティングパートナーオブザイヤーというところで、最もその年頑張った、良かったコンサルティングパートナーにも一度選ばれております。2つ目、AWS サービス別の技術認定として、サービスデリバリープログラムというものがあるんですけども、それを世界最多の計12種類、クラスメソッドは取得しております。例えば具体的なサービスの名前で言いますと、下に書いてます、レッドシフト、AWS WAF、オーロラ、ラムダ、Windows サーバーなどのより専門性が、コンサルティングにおいて専門性が必要となるようなサービスに対して、世界最多で12種類取得しております。最後3つ目が個人単位で取得する AWS 認定資格というものがあるんですけども、これが会社全体で1000個を超えたということが挙げられます。こちら、従業員数あたりの資格数っていうので見ると分かりやすいんですけども、クラスメソッド今全体で500人未満ぐらいの規模なんですけども、それに対して1000個以上あるというところで、非常に1人当たりの数が多いと言えるかなと思います。このような形で AWS の技術力に対して圧倒的に自信があるという部分がクラスメソッドと言えるかと思います。続いて2つ目、豊富な業界、組織規模への支援実績というところで、これまで支援させていただいた企業様は、小売製造、金融、観光庁など、業界を問わず2000社以上に上ります。数名規模のベンチャーから数千以上の大企業、グローバル企業、様々な企業の課題を解決してまいりました。あらゆる業界、業種、組織形態の企業様への支援実績があるからこそ、どんな課題にも対応が可能となります。で、続いて3つ目です。強力なソリューションパートナーというところで、クラスメソッド非常に多くのソリューションパートナーとパートナーシップを結んでおります。改善計画の中には、実際に一から自前で実装するよりも、実績ある優れた製品を活用することによって、効率的に課題を解決できるという場合が多々あるかと思います。そういった場合にですね、スムーズな導入、活用の支援ができるのもクラスメソッドの強みかと思います。以上がクラスメソッド、クラウド最適化アセスメントのご紹介でした。では実際にどのように利用するのが良いかをお話しします。利用方法は大きく2つあると考えています。1つ目は既存環境のレビュー、2つ目は新規環境、設計時のインプットです。既存環境のレビューの方からお話しします。ご覧の5つのステップがレビュープロセスとなります。まず最初にレビューに必要なものを準備することから始まります。その次にセリフレビューとしてヒアリングシートに回答いただきます。その後、ヒアリングシートの内容をもとにステップ3の部分で弊社 SA や関係者を交えて深く掘り下げるレビューイングを行います。その結果、ステップ4でその結果からベストプラクティスのギャップが顕在化し、具体的な改善方法をご提案いたします。それら改善方法の中から優先順位などを考慮し、実際に改善計画を立案します。そして最後にステップ5、実際に優先順位の高いものから改善を実施していくという形になります。でこちら、一度でやりきるというのはなかなか難しいです。優先順位をつけて実際に改善活動を実施するんですけども、継続的にレビューイングを行うことが重要になってきます。この継続的なレビューイングによって、継続的にベストプラクティスとの評価を行い、最適な状態により近づき、それを維持するということができます。1点、留意事項としましては、改善の実施の部分なんですけども、改善の実施は実施したい改善内容によって非常に幅が出るかなと思われます。例えば数分程度で終わる設定もあれば、あるいは何ヶ月ものあたり、他アプリベンダーさんなどを協力し、ある程度の規模感で構成変更を行うような場合もございます。よって、このクラウド最適化アセスメントにはその部分を含まず、あくまでアセスメントの領域、レビューイングと評価、
レポーティングや計画立案の支援、そういった部分をスコープとしております。改善実施への支援をご希望の方は、別サービスとしてご案内いたしますので、その点ご理解いただければというふうに思います。はい、続いて、新規環境設計時のインプットです。ウェルアーキテクテッドフレームワークは様々なフェーズで使用いただけます。例えば最初は要件定義。要件定義のフェーズでは、実際に要件項目の検討をする際に利用できます。続いて設計フェーズでは、実際その設計に内容を取り込むことが可能です。3つ目、構築フェーズでは、構築後、サービスの公開前にチェックするといった使い方が可能です。4つ目、運用フェーズでは、実際運用しているシステムのリスクの洗い出しや改善活動に利用いただけます。例えば、要件定義でのインプットで使用する場合、信頼の柱としては、災害時のリカバリープランという質問がございます。実際にこの質問、これらの項目を検討することによって、要件として RTO や RPO の数値を具体的に決定するきっかけとしてご利用いただくことができます。ウェルアーキテクテッドフレームワーク、ご覧のように、どのフェーズでも活用が可能です。ただしですね、手戻りが少ないように、後半になればなるほど手戻りの工数や時間などがかかってしまうため、できるだけ早い段階、要件定義の段階から活用するのが良いかと考えられます。はい。では、FAQ に入りたいと思います。実際によくある質問に回答させていただきます。一つ目が、事前にやりたいんだけど、事前に AWS の知識どれぐらい必要ですかということなんですけども、こちら、初心者から上級者の習熟度は一切問わず、どんな方でもご利用いただけます。お客様のレベルに合わせて SA がご支援させていただきます。続いて、5つの柱あるんですけど、それ全部やらないといけないですかということなんですけど、全然そんなことないです。まずはセキュリティのみからなどでも OK です。とにかくですね、一度まずはやってみるという踏み出すところが重要になってくるかと思います。続いて、すべての項目を満たすべきなのかというところも皆さんよく懸念されます。でこちらに関してもその必要というのはございません。実際、設計にはトレードオフの関係もございます。例えば、セキュリティや可用性を高めるためにコストが発生するといった場合は往々にしてあるかと思います。最も回避すべきというものは、その考慮が漏れていたという事態です。逆に考慮した上であえて対応しないという判断も往々にしてあるかと考えられます。結論としては、システムや組織に合わせて最適なレベルで対応するといったことが重要になってきます。また、技術的な判断に加えて、ビジネス的な判断、経営判断といった視点で、やる、やらない、どうするというものを決めることが重要になってきます。以上が FAQ でした。では最後に、実際にご利用いただいたお客様の事例をご紹介させていただきます。まず1つ目のお客様。こちらのお客様は AWS の習熟度が中レベルのお客様で、対象は Web システムでした。でフェーズなんですけども、サービスのリリース前でして、課題としては、セキュリティ対策について十分に検討できていないというような課題をお持ちでした。そんなお客様にアセスメントの対象としては、一旦セキュリティの柱ですね、として行いました。実際に行った対策なんですけども、まずは Well Architected Framework のセキュリティの柱をベースに現状を整理しました。その中から導き出されたセキュリティ対策の中で、やるものやらないもの、優先順位というものを選定いたしました。で最後に実際にセキュリティ対策の導入支援としまして、例えばセッションマネージャーの導入であったり、脆弱性の検知、パッチの適用、プロキシサーバーの導入、ログ監視、プライベートリンクの導入などの支援をさせていただきました。続いて2人目のお客様です。こちらのお客様は AWS の習熟度としましては低というレベルの方で、対象のシステムは社内の業務システムでした。でフェーズとしてはサービスのリリース後で実際に運用しているものなんですけども、課題として引き継ぎが多々発生し、サービス、システムの理解度が低く不明点などが多いと。このタイミングに一度セキュリティと運用が本当に大丈夫な状態なのか、一度チェックしたいというところでご利用いただきました。アセスメントの対象としては、すべての柱をチェックしております。
実際に行った対策としましては、監視方針の設計、監視項目やダッシュボード、運用フローの整備などを行いました。また、ガードデューティの導入、IAM の棚卸し、MFN 設定などを行いました。また、バックアップ戦略の方が曖昧だったため、こちらの方針であったり、フローの整備なども行いました。で最後に、無駄なリソースないですかというところで、不要なリソースを棚卸し、実際に削除し、コスト削減を実現したというような形です。3番目のお客様は、AWS 習熟度中レベルのお客様でした。対象のシステムは ALB EC2 RDS の基本的な3階層の Web システムでした。でこちらもフェーズは既存環境のチェックというところで、お客様の中で持たれた課題感としては、現在の運用方法が標準的なのかどうなのかを調査したいという部分と、セキュリティをもっと強化したいというようなご要望でした。アセスメントの対象としては、運用の優秀性、セキュリティ、この2つの柱を実施しました。実際に行った対策としましては、まずユーザーアクセス要件の明文化というところで、ここがない状態でした。実態として、そもそも IAM ユーザーを共有して利用していたというようなこともあったので、この辺を整備しました。でまた、ビジネス要件を考慮した KPI の設定を行いました。それによって、実際、AWS を利用する上で、例えばクラウドウォッチの中にもサービスによって非常に多くのメトリックスあると思うんですけども、どれが重要でどれが重要じゃないのか、どれに対してアクションを行うべきで、どれは無視していいのかという部分をビジネス要件に考慮して設定を行いました。でまた、それを対して測定運用状況を共有する仕組みを作り、実際にウォッチできる状態にしたというようなことを実現されました。はい。で、最後のお客様なるんですけども、こちら実際に私の方で支援をさせていただいたお客様になります。AWS の習熟度は高レベルというところで、対象のシステムはサーバレス、マネージドサービスをフル活用した非常にモダンな B2C の Web アプリケーションでした。でこちら、フェーズとしてはサービスのリリース前に、課題として個人情報を扱うサービスでしたので、現在あるセキュリティリスクを排除したいというようなご要望でした。なので、一旦アセスメントの対象としてはセキュリティのみという形で進めました。こちら実際、もともとこのお客様、別の技術支援をさせていただいていたんですけども、実際リリースが近づくにつれて、いろんな理由があり、一つはその上層部からの指示みたいなものもあり、セキュリティのアセスメントが必要であるというところで、急遽行うことになりました。で、こちら、リリースが迫っていたので、優先度ですね、というのが非常に重要でした。でまずは一旦環境全体に対する網羅的なセキュリティチェックを行ったんですけども、その中でリリース前に必ず行うべきというようなハイリスクな箇所を選定し、リリース前に修正を完了させるということを実現されました。でまた、ユーザーの管理方針というものがまだ未着手というところだったので、そのリリース後にですね、ハイリスクな方を対応した後に、ユーザーの管理方針というものを設計し、各ユーザーに対して必要十分なアクセス制御を実現するといったことをされました。お客様の紹介は以上となります。では最後にまとめとなります。Well Architected Framework はベストプラクティスの結晶です。活用しない手はないです。要件定義から運用フェーズ、どの段階でも使用いただけます。こちらに関してはクラスメソッドが全面的にサポートをします。Well Architected なシステムでビジネスの成功を一緒に目指しましょう。まずは気になる方は気軽にウェブサイトからお問い合わせいただきます。まずは気軽にご相談ください。では発表は以上となります。ご清聴ありがとうございました。